どうも、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。後ろの表は何かしら？ロレックスのチェア表を作ってみるぜ。そう言われたら見たことがあるかもしれないわ。今年の新作や気になっているモデルを表にしていくぜ。ランク付けはどうするの？そうだな。S 評価は憧れの時計にするぜ。神クラスということね。購入できたら、我が生涯に一片の悔いなし。思い残すことがないぐらい満足しちゃうのね。実際にはかなりハードルが高いと思うぞ。諦めたら終わりだから希望だけは持ってましょうよ。もちろんだぜ。A 評価はどうする？ A 評価は購入したい第一希望クラスにするぜ。ロレマラで探したいクラスの時計ね。この中から次の希望を決める可能性が高いな。B 評価は？欲しいとは思うけど、次じゃない希望モデルだな。種類も多いから優先度は人それぞれよね。人によって全く違うと思うぞ。手持ちの時計によっても変わってくるわね。あくまでも、私のチェア表だからな。C 評価もあるのかしら？ロレックスの時計ならどれだって欲しいのが本音だぜ。そうよね。C 評価は購入イメージが湧かない時計にするぜ。優先度が今は低い時計ということね。将来は変わるかもしれないから、今時点の気持ちだぜ。D 評価も決めておく？ D 評価はつけるイメージが全く湧かない時計にするかな。購入するイメージが湧かないのね。先に言っちゃうと、ディープ C がそうだな。大きいから？それもあるし、オーバースペックすぎてイメージが湧かないぜ。シーブエラーでもスペックは十分だしね。サブマリーナーでも十分だと思うな。間違いないわ。あとはやりながら考えていくぞ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。視聴者さんも視聴しながら一緒に、自分のチェア表を想像してみてほしいぜ。漠然とした優先順位がはっきりするかもしれないわね。感想もコメントに残してもらえるとすごく嬉しいです。ゆっくりしていってね。最初はどの時計から始めるの？左上からやっていくぜ。わかったわ。最初は、デートジャスト36オーベルジーヌだ。ダイヤ入りで私も大好きな時計だわ。ダイヤルカラーに気絶してしまいそうだぜ。やっぱり、S 評価かしら？S 評価は言い過ぎじゃないか？ダイヤ入りで S 評価じゃないなんておかしいじゃない。レ夢ムのチェア表じゃなく、私のチェア表だからな。そうだったわね。マリサの評価はどうなの？いきなり難しいけど、最初だから B 評価にするぜ。意外ね。気に入っているから、A 評価かと思ったわ。すごく好きな時計なんだけど、次にロレマラして探すかとなると違う気がするんだよな。もし提案があれば悩む感じかしら？そうだな。もし提案されたら購入するかもしれないぜ。なるほどね。こんな感じでやっていくのね。なるべく直感で決めていくようにするぞ。そうね。その方が今の気持ちがわかるわね。次は、デートジャスト41、サンダストダイヤルだ。剛さんが購入してたわよね。剛さんが購入されたのはダイヤ入りだけどな。マリサもダイヤ入りにしなさいよ。剛さんのデートジャストを見て、かっこいいから購入したくなったんだけど、初めてのダイヤ入りは勇気がいるぜ。私は似合うけど、マリサには似合わないかもね。それはつけてみないとわからないだろ？それで評価はどうなの？これは迷わず A 評価だぜ。おー。剛さんのデートジャスト素敵で憧れちゃうから当然ね。現実的な上がり時計だと思ってもいいくらいだ。やっぱりデートジャストは洗練されてて素敵よね。金無垢に手を伸ばさないなら、最高の選択だと思うぜ。価格はいくらぐらいするの？価格は税込みで、242万6600円だ。一般ピーポーには上がり時計としても十分に高額よね。エバーローズゴールドを使っているから、今後の値上げが怖いな。金を使用している時計の値上げはエグそうよね。金無垢モデルを探している人は戦々恐々としてると思うぞ。暗くなっちゃうから、次に行きましょ。それがいいな。次はランドブエラーね。今年の話題作だから外せないぜ。それは間違いないわね。デザイン的にはデートジャストの方が素敵だと思うけど、新作キャリバー搭載の最先端モデルはやっぱり気になるぜ。評価はどうなるのかしら？めちゃくちゃ悩むけど、実機を見てないから B 評価かな。やっぱりまずは実機が見たいのね。そうだな。オイスタークォーツの系譜のデザインは嫌いじゃないぜ。現代風に洗練されているわよね。税込み、225万5000円するから慎重に考えたいな。この価格帯なら選択肢も多いわよね。そうなんだ。早く展示されてほしいと心待ちにしている方も多いと思うぜ。最初は争奪戦になりそうよね。ご祝儀相場になりそうだから、転売ヤーも狙うだろうな。最初は様子見が正解かもしれないわね。落ち着くのを待ってからでも遅くないかもな。次はスカイブエラーね。ダイヤルカラーは一番欲しいカラーを選んでみたぜ。空のイメージだからブライトブルーは素敵よね。ホワイトダイヤルも素敵だと思っているぞ。それで評価はどうなのかしら？
デザインも素敵で文句なしなんだけど、ケース径が私には少し大きい気がするから B 評価だ。42mm だと、そんなに大きい？展示品を見た感想だから、腕に乗せたらちょうどいい印象を受ける可能性はあるぜ。つけてみると、意外と大きく感じないこともあるわね。そこが腕時計の難しいところでもあるんだよな。一度、試着してみたいわね。機会があれば試着してみたい腕時計だと思ってるぞ。価格はいくらだったかしら？価格は税込み、247万、2800円だ。ラウンドブエラーと価格帯が近いわね。検討するときに比較されるモデルじゃないかな。年次カレンダー機能があるのよね。そうだ。複雑機構を搭載したモデルだから憧れはあるぜ。もう少しサイズが小さかったら、もっと人気になりそうね。40mm 以下のサイズで発売してくれたら、間違いなく評価だし、次に購入したいまであるな。来年の新作で発表されるのを期待しましょう。気長に待ちたいと思ってるぞ。次は、オイスターパーペチュアルの新作ね。購入制限があるから、41mm は当分購入できないけど、新作だから感想を含めて評価してみたいぜ。やっぱりピスタチオが人気になるのかしら？使用目的で購入する人はピスタチオが人気になると思うけど、資産性目的の人はあえて不人気カラーを狙うかもな。そうなの？オイパペは他のモデルに比べてもダイヤル変更のサイクルが早いと思うから数年で廃盤もあり得るぜ。人気がなくて数年で廃盤になっちゃったら、希少性が上がってプレミア化するかもしれないわね。ただ、そう思う人が多くて購入されたら上がらないだろ？頭がこんがらがってきたわ。結局は時間が経たないとわからないぜ。マリサの評価はどうなの？私は B 評価だな。オイパペ好きなのに？ 41mm はグリーンを持っているからな。そっか。すごく満足して気に入っているんだ。つけている日も多いわよね。購入前は、41mm は少し大きいと思ってたんだ。なんか言ってた気がするわ。だけど、試着したら全然気にならなかったぜ。よかったじゃない。鮮やかなグリーンが映えているのも大きいと思うんだ。インパクトがあるわよね。淡いカラーだったら、やっぱり 36mm の方が、サイズ的に合わせやすいと思うんだよな。ロレックスのサイズ別のカラー展開を見ても、そんな感じのラインナップに見えるわね。だから購入を検討するなら 36mm で検討したいぜ。なるほどね。マリサにしてはちゃんと考えているのね。一言多いぞ。気にしないで次に行きましょ。この流れで、オイスターパーペチュアル 36mm に行くぞ。評価からは外せないわね。カラーは大人気のターコイズブルーにするぜ。新作カラーじゃないの？やっぱりターコイズブルーとキャンディーピンクが、私は素敵だと思うんだよ。それで評価はどうなのかしら？文句なしの A 評価だぜ。そうなるでしょうね。オイパペは1本購入してもまた欲しくなる魅力があるぞ。新作が発表されて以前より購入しやすくなるかしら？いや、セレブレーションが廃盤になったから以前より、ターコイズブルーに人気が集中して購入は難しいと思うぞ。セレブレーションが廃盤になったのを忘れてたわ。間違いなく人気が集中するわね。男性も女性も欲しいモデルだから、競争率はエグいと思うぞ。マリサはどうするの？まだ決めてはいないけどロレマラ候補ではあるな。41mm のグリーンを購入したのに？鮮やかなラッカーグリーンの 41mm と、淡いカラーの 36mm は全然違うと思ってるぜ。来年に廃盤になる可能性もあるかしら？今回の新色がラッカー系で淡いカラーも多いから、すぐに廃盤になる可能性は低くなったとは思うけど、予想の斜め上を行くのがロレックスなんだよな。油断したところで廃盤にしたりするかもね。来年廃盤になっても驚きはしないぜ。次は、1908ね。新作の設置もブレスレットモデルを評価してみるぜ。YouTuber さんでも気になっている方が多いわよ。視聴させていただいていると、そんな印象を受けるよな。やっぱりマリサも気になるかしら？気にはなってるけど、私の中では B 評価だな。私はいいと思うけど辛口評価ね。1908は発表された時の PV を見て、一目惚れしたぐらいだぜ。じゃあ、なんで B 評価なのよ？初めて実機を見た時に抱いていたイメージと違ったんだ。そうなの？ドレスウォッチにしては、少し大きく見えたんだよな。ケース系はいくつだっけ？ 39mm あるぜ。実際に試着したら印象も変わるんじゃない？そうなんだけど、1908は革ベルトだから腕に乗せるだけで試着することができないモデルだったんだ。そうだったのね。その印象があるから、実機を見るまでは消極的になるぜ。でも、設置もブレスレットなら試着できるんじゃない？それはちょっと期待している。歴史や銀座本店なら試着ができるかもと期待しているぞ。そうなんだ。金無垢モデルの中では比較的購入しやすい価格だ。いくらするの？税込みで、527万、3400円するけどな。全然高いじゃない。あくまで金無垢モデルの中ではの話だぜ。腕時計で500万円オーバーなんて恐ろしい話よね。
現実的に考えたらそうなんだよな。じゃあ、ロレックスのドレスウォッチは可能性が低いのね。そうだな。ロレックスで探すなら並行店でチェリーニを探すかな。他のブランドもあるしね。ジャガールクルトやランゲ&ゾーネ、ショパールなど魅力的なドレスウォッチはたくさんあるぜ。ブランドごとに魅力は違うから選択肢としてはあるよね。とか言いつつ、セッティもブレスレットを試着したら、一目惚れしちゃうかもしれないけどな。それはそれで、嬉しい誤算だからいいじゃない。ほんとそういう手のひら返しは大歓迎だよな。次はデイデートね。ロレックス好きならいつかはデイデートの憧れがあるぜ。ロレックスを象徴するモデルよね。デイデート36、グリーンオンブレを評価してみるぜ。40ミリじゃないのね。価格も100万円ぐらい変わるし金無垢なら、36ミリの方がサイズ的にはいいと思うんだよな。好みは人それぞれだからね。それで評価は？高額だから予算的に難しい面もあるけど、評価だぜ。おー。清水ダイブじゃない。そんな気持ちじゃないと購入できないよな。上がり時計かしら？そうだな。税込み、591万、1400円もするんだけど、数年後にはいくらだ？想像しただけで気絶しそうね。税抜きにすると、537万、4000円だ。消費税半端ないわ。低く見積もって、毎年 10% の値上げがあったとして、5年後には税込み、952万、368円になる計算だ。6年目には1000万円の大台に乗っちゃうのね。上がり時計で検討することもできなくなるぜ。逆さに振ってもそんなお金はないわよ。ちなみに先ほどのデートジャストでも5年後には、税込み、390万、8062円になる計算だぞ。すぐに買いましょ。レイム、慌てるな。制限中だから購入は無理だろ。そうだった。あまりの値上がりにパニックになってしまったわ。予算面のハードルもあるから難しいんだけど、いつか金無垢モデルを購入したい人は、今が最安値は格言だと思った方がいいぜ。先になればなるほど予算面のハードルが上がることは、肝に銘じておいた方がいいと思うぞ。5年なんてあっという間よね。それまでに劇的に景気が上がって給料も上がるなんて、おとぎ話ぐらい信憑性が感じられない話だからな。なんか暗い気持ちになっちゃうわ。次は夢のあるモデルだから気を取り直して進めるぞ。絶賛していた新作モデルね。GMT マスター2エバーローズゴールドタイガーアイアン。もうこれは、SS 評価だぜ。いや、S ランクまでしか作っていないでしょ。それぐらい憧れるモデルということだぜ。素敵なのは確かね。何度 PV を見直したかわからないぐらいだ。お値段はおいくらかしら？税込みで、746万、7900円だ。やっぱりお高いわね。奇跡ダイヤルだから妥当だと思うけどな。そう？でも、販売してくれるのかしら？可能性は限りなくゼロに近いと思うな。そうよね。太客さんや外商に回っちゃうわよね。一般ピーポーには高値の花になるんじゃないかな。それは商売だから仕方がないわよ。一度でいいから実機を見れたら嬉しいぜ。並行店で見られるんじゃない？正規店でも展示品にはならないかもしれないよな。富裕層なら並行店で購入できそうね。価格はとんでも価格になりそうだな。どれくらいプレミアがつくのか興味を持っちゃうわね。次は、ヨットマスター 37mm だ。タイガーアイアンの後だと地味に見えちゃうわね。ヨットマスター 37mm は限りなく A に近い B 評価だ。限りなく A に近くても B 評価は B 評価でしょ？昔、上司がヨットマスターをつけていて、ロレジウムすげーって、憧れた時計だったんだ。ロレジウムって？ベゼルがプラチナでできているんだ。それは合成ねー。だろ？その頃は、エクスプローラーしか持っていなかったから、貴金属を使っている時計はすげーって思ってたぜ。確かに私もダイヤってだけですげーってなるわ。そういう思い出もあるから、いつかは購入したいと思ってるぜ。なるほどね。それに上司が愛用していたのは型番が古いモデルだから、並行店で購入するのもありかとは思っているんだ。次は、エアキングね。エアキングはあまり人気がない印象だけど、私はすごくかっこいいと思ってるぜ。じゃあ、A 評価ね。いや、B 評価だ。なんでよ。だって、エクスプローラーを持ってるから被るんだよ。そんなに似てるかしら？三振でノンデートだから同じ系統だろ？言われたら、369のアワーマークも同じね。だからかっこいいとは思っているけど、次に購入したいかと言われたら違うんだよ。持ち時計で人によって変わるわね。そうだな。次は、エクスプローラー2ね。エクスプローラーを所持しているから、揃えたい気持ちはあるぜ。じゃあ、A 評価ね。悩むけど、B 評価にしとくぜ。揃えたいんでしょ？揃えたいけど、次の候補にはならないかな。提案されたら考えちゃう？そうだな。プロフェッショナルモデルでは数少ない、ホワイトダイヤルは提案されたら危ないかもしれないぜ。ホワイトダイヤルは地味なようで素敵よね。スポーティー感が増すよな。
ここからは豪華ラインナップじゃない。まずはサブマリーナーからだな。これはさすがに A 評価でしょ？そうか？世界中のロレックスファンを敵に回しちゃうわよ。A 評価です。変わり身が早いわね。ロレックスの代表モデルすぎてちょっと引いちゃうんだ。ちょっとわかる気もするわね。定番すぎるんだけど、だから王道だとも思えたり。どっちつかずで優柔不断ね。サブマリーナーは王道中の王道だから、ちょっとミーハーみたいで恥ずかしいぜ。マリサは普段からミーハー丸出しよ。なんでバレてるんだ？バレてないと思ってるのはマリサだけよ。知らなかったぜ。次は、シーブエラーね。シーブエラーは悩むけど C 評価かな。初めての C 評価ね。サブマリーナーで十分な気がするんだよな。サブマリーナーを買う前に提案されたらどうする？価格差が60万円ぐらいあるのと、どちらかというと、ノンデートのサブマリーナーを探すかな。なるほどね。ダイビングとかマリンスポーツをやる人なら、上位互換のシーブエラーは魅力的かもしれないと思うぜ。マリサは泳げないもんね。そういう情報公開は必要ないぞ。次は、ディープシーね。最初に言ったけど、ディープシーとチャレンジは D 評価だ。オーバースペックすぎちゃうって言ってたわよね。そうだ。だけど、ごっつい時計が似合う人は憧れちゃうな。ムキムキな人に似合いそうよね。格闘家さんなら間違いないな。どんだけ大きいのか試着だけはしてみたいわね。好奇心が湧く気持ちはすごくわかるぜ。じゃあ、チャレンジは C 評価にしておきましょうよ。どうせ購入するならチャレンジという考えはあるかもな。行くときは、ドンと行かないとね。ちょっと意味がわからないけど説得力は感じたぜ。じゃあ、次は GMT マスター2ね。バットガールを評価するぜ。バットマンじゃないの？ジュビリーブレスレットの場合はバットガールと呼ぶぜ。面白いわね。GMT マスター2は、相性がつくほどの人気のシリーズだ。マリサの評価はどうなのかしら？もちろん A 評価だぜ。やっぱりミーハーじゃない。いや人気モデルがかっこいいと思うのは普通だろ？そうかしら？かっこいいと思う人が多いから人気になるわけで、正常な心理だと思っているぞ。なんかうまく丸め込まれた気がするわ。誰が見てもかっこいいと思えるデザインだろ？そう言われたらそんな気がしてくるから不思議ね。GMT マスターは昔は不人気だった時代もあるけどな。青黒ベゼルが映えるし、ベゼルの字体や、エッジの効いた彫りに見とれてしまうぜ。マニアックなことを言えばごまかせると思ってない？本当にそう思っているぜ。いよいよデイトナね。コスモグラフデイトナの通称白トナを評価するぜ。これは S 評価でもいいんじゃない？諦めなければ購入できるかもしれないから、願望も込めて A 評価にしておくぜ。SNS で購入報告している人もいるもんね。そうなんだ。可能性はゼロじゃないと思いたいぜ。やっぱり白トナの方がいいかしら？黒トナの方がかっこいい気もするんだけど、手持ちにホワイトダイヤルの時計がないから、白トナの方がいいかと思ってる。ブラックダイヤルばかりじゃ同じに見えちゃうわね。デザイン的にはどちらも欲しいぐらいの気持ちだ。なら、次のターコイズブルーのデイトナはどう評価するの？これはすごく悩む。初見よりは目が慣れて違和感は感じなくなったかな。そうね。それにレース用に開発されたと考えれば納得がいく。どうして？レーシングカーって派手なカラーリングの車が多いから、そう考えるとらしいといえばらしい気もしたんだ。なんか後付けの理由がしないでもないけど、評価するならどの評価にするのよ？評価のしようがないんだけど A 評価としておくぜ。理由は？私から希望することはないけど、提案されたら購入するだろ？提案されたら断らないわよね。その前に希望しないで提案されることはないし、一般ピーポーには提案されないし笑われそうだぜ。太客さんじゃないと難しいでしょうね。S 評価かといえば、それもちょっと違うんだよな。当てはめる場所がない感じかしら？新作でネタとして入れた感じだしな。人がどう思っているか興味はあるモデルよね。そうだろ。いよいよ最後ね。 S 評価だ。まだモデル名も言ってないわよ。もう憧れの中の憧れだぜ。購入はできそうなモデルなの？太客さんと外商さんじゃないと無理だと思うぜ。やっぱりそうよね。それでも追いかけてみたいモデルではあるぜ。無謀なんじゃないの？私にとっては究極の上がり時計だと思うし、もうこの一本があれば満足だと思えるぞ。抽選予約の店舗なら可能性はあるかしら？推測だけど難しいと思ってるぞ。そうなのね。それでも制限が明けたら、デイトナ GMT 枠に申し込もうと思っているぜ。確率は低いけど、可能性はゼロじゃないもんね。私が並びの店舗でデイトナメテオを希望しても、確率はゼロだと思っているぞ。悲しいけど、それが現実なのよね。値上げで逆さに振っても手が届かなくなるかもしれないしな。制限が明けるまでゆっくり考えましょう。妄想して楽しむぜ。今回の小話はいかがでしたか？ゴールデンウィークで暇な人のために長尺な動画を制作しました。
10本ぐらいのセレクトにしとけばよかった。やる前にちゃんと計画を立てなさいよ。このチャンネルに少しでも興味を持っていただけたり、面白いと思ってくださった方がいましたら、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、お時間がある時にもう1本視聴していただけましたら、すごく嬉しいですし励みになります。コメントも残していただけるとすごく嬉しいですし、励みになります。ご視聴ありがとうございます。